はい、どうも、料理人 VTuber の高美人でございます。ということで、今回はですね、料理はこちら。はい。マグレドキャナですね。こちらに、蜂蜜とスパイスのソースを添えてという形で、作っていきたいと思います。マグレのキャナは、フォアグラをですね、育てた鴨ですね。その胸肉をこうマグレのキャナって、交渉することになるんですけども、こちらね、こちらの、蜂蜜とこう胡椒を使ったこの鴨の胸肉の料理に関しては結構こう南西フランスのイメージがすごい強くて、こう郷土料理なのかなってこう一瞬ちょっと思ってしまうんですけども、実はまだ料理としては全然新しい料理だったりします。で、そこら辺のね、詳しい話は後半の方に、お話を持っていきますので、まずはね早速作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。こちらがマグレドキャナですね。油がね、結構熱くてしっかりしたものになります。で、こちらがサルラ風のじゃがいも、サルラディーズの材料ですね。で、こちらがエシャロットと赤ワインビネガーですね。で、こちらミエール、蜂蜜ですね。オーガニックのものが望ましいです。で、こちら砕いたくるみですね。ローストしてあります。で、こちらが黒胡椒。で、こちらがコリアンダーになりますね。で、クミンとポワブルルージュ、ピンクペッパーですね。で、ニンニクは潰してもらって OK です。これだけで大丈夫です。で、じゃがいもの方は皮を剥いて、だいたい3ミリから5ミリぐらいの厚さでカットしていきます。こんな感じですね。で、一旦ねちょっと水につけておきます。で、エシャロットはもうみじん切りにしていきます。こんな感じで OK です。で、鴨ですね。で、結構輸入物で多いんですけども、こういう風にね、まだこの羽のね根っこの部分が残っていることありますので、こういうのはねちゃんと抜いていきましょう。これ食べた時に結構口に当たってしまってですね、ちょっとこう問題になったりしますのでね。で、こういう白い筋を引いていきます。で、ここもですね。では実際にやっていきます。ちょっとね手で見えづらいかもしれないですけども、こんな感じで。で、あとは引いてもらえれば取れます。で、若干ですねこうやって、ささみがねついてることありますので、それはもう取っちゃいますね。で、ここなんですけども、実は奥にも筋あるんですが、ここはあまり追っかけないでください。もう追っかけないで、もうここら辺までにしちゃうっていうのがこんな感じですね。はい。で、油はちょっとねこうやって削ぐような感じで取っていきます。最終的に皮の形は決めるんですけども、油はねちょっと使いますので、油だけまずちょっと取っていきます。余分な油ってことですね。で、ここで表面に切れ込みを入れていきます。で、この切れ込みを入れる理由は火にかけた時にですね油が落ちやすいようにっていう意味合いになりますね。で、この油も使いますので取っといてください。で、塩コショウしていきます。こんな感じで大丈夫です。で、こちらですね黒胡椒をこんな感じで潰していきます。ちょっとねこういった形でミニョネットを作っていって、粗めのねざるでこしていきます。
で、粗い方は粗い方で取っておいて、細かい方は細かい方で取っていきます。で、今度はコリアンダーですね。コリアンダーを潰していきます。こちらも同じようにこしていきます。で、こちらも細かい方と粗い方で分けていきます。次、クミンですね。クミンも同じように潰していきます。で、次、こちらピンクペッパーですね。これはですね、ざるの上に、入れていただいて、で、ちょっとね、回すような感じで、くる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 って回していくと、表面のピンクの粉と、あと実の部分で分けることができますので、こんな感じですね。で、これらを使っていきます。で、細かい方も使っていきますので、よろしくお願いします。で、今からね、鴨を焼いていくんですけども、ちょっとだけ油引いてから鴨を入れましょう。個体差あるんですけども、まあ、ものによってはですね、ひっついてしまう場合もあるので、ちょっとだけ油引いとくと、一応保険で、安心はできますね。で、ゆっくりですね、弱火で、こう、油を落としていきます。で、油がね、結構溜まってきますので、これを小鍋に、まあ、ボウルでも結構なんですけども、必ず取っときます。まだまだ油は取っていきます。で、このフライパンのヘリ必ず拭いてください。これがですね、拭いていかないで、こう焼いていくと、このヘリがどんどん黒くなっていく原因になりますので、こういうところが結構道具の扱いで大事だったりしますね。で、こう半端なね、油はここで入れて、ここでも一緒に油落としていっちゃいます。で、これ2回目ですね。で、ちゃんとここでも垂れた油は拭いていきましょう。これ結構大事ですよね。で、3回目ですね。で、この時にですね、フライパンに直にこの身の方を当てないようにだけ気をつけてください。これはね、後に、きちんとね、理由の方、後半の会話のところでお話しいたします。で、4回目油取りましたね。だいぶ油出ますね。で、この油、一旦ちょっと入れます。アロゼ用でちょっと入れますね。で、表面をですね、ちょっとこう、やけどさせるようなイメージで、ちょっとうっすら火入ってるの分かりますよね。そこまでで大丈夫です。そこまでしかアロゼしませんので、まず全体にね、色をつけるようなイメージで、こう、アロゼしてってもらえれば OK です。で、もうここでね、しっかり皮も焼けましたので、引き上げます。いいですね。いい色になってますね。で、表面はね、皮はしっかりバリバリになってます。で、油はね、また別途取っときます。で、このフライパンは洗わないでそのまま置いときます。で、ここで蜂蜜を塗っていきます。ここはね、たっぷり塗ってあげてください。で、そこに粗めの方のね、胡椒の方を振っていきます。で、コリアンダーちょっと多めにしてます。これはですね、コリアンダー自体がちょっとこうオレンジのような風味があるので、まあ、そういった意味合いもあって、ちょっとコリアンダーの方多めにしてます。で、最後にちょっと上から蜂蜜をかけて、決着の意味もあって、こう軽くね、全体をなじませるような感じで、で、これでオーブンに入れていきます。で、まあ、その前にね、ソースの方まず先に決めちゃいます。
まずエシャロットを軽く炒めていただいて、で赤ワインビネガー入れていきます。でこの赤ワインビネガーはしっかり水分飛ばしていきます。こんな感じですね。でここまで飛ばしましたら蜂蜜を入れちゃいましょう。でもう一回ね火の方をつけてしっかりね色をつけていきます。でそこで細かいスパイスの方入れていきます。ここでねしっかり見える蜂蜜の方に、このスパイスの香りを移していくっていう作業になりますね。この時はしっかりね、弱火でゆっくり、じっくり炒めていってください。こんな感じですね。で、ここで、軽く塩をしてあげてください。で、ここで一度パステします。で、そこにですねくるみとあとピンクペッパー入れていきます。でこの時に、ソースが硬かったらちょっとね水を若干入れてね、緩めてあげたりとかはしてあげてください。で最終的な味を決めてもらってこのソースは完成です。で、余った鴨油ですね、これを一回フライパンに入れていきます。サルラディーズ作っていきます。サルラ風ってやつですね。でそこに、ニンニクを入れまして、でニンニクの香りを出していきます。で、水分をね取ったじゃがいもですね、これを揚げていきます。焼き上げるみたいな感じですね。こんな感じで、火を入れていきます。しっかり表面きつね色になるまでやっていきますね。で油を切っていただいて、で、塩とパセリを加えてあげれば完成です。基本的に鴨油で、揚げるっていうのが焼き上げるっていうのがこのサルラディーズサルラ風のね、基本となります。で、鴨の方を焼いていきましょう。火入れしていきます。で、160度で、今回は10分ですね、余熱なしでいってます。で、ここで、1回ね10分経ちましたので、火の方を見ます。で、火の方入ってましたので、ここで引き上げます。こんな感じですね。ではカットします。ちょっとねスパイスあるので切りづらいんですけども、慎重に切っていきます。で火入れはこんな感じですね。いい感じですね。ではドレッセです。まずサルラディーズ、持っていきます。で、鴨を置きまして、で、こちらのね、ミエル、ソースミエルの方を、ここら辺に置きましょうかっていう感じで。マグレドキャナルいかがでございますでしょうか。
では実食です。猿がうまいな。鴨もうまい。見えるいいね。うまい。こちらね、マグレロキャナなんですけども、この油の持ってるこのね、甘みと旨みと、あとこの蜂蜜で、できればオーガニックでやった方が間違いなく美味しいですね。で、そこにいくつかのねスパイスをこう加えて、こう焼き上げるっていうやり方なんですけども、これほんとうまいですね。非常におすすめです。はい。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。マグレドキャナオミエルエゾゼピスでございました。こちらのね、マグレのキャナなんですけども、蜂蜜とね、スパイスを合わせた料理になります。で、こちらね、フランスの南西部の方でよく、こうビストロだったり、ブラセリーだったり、あとご家庭なんかでもね、召し上がられる、こう頻度の高い料理ではあるんですけども、じゃあ郷土料理なんですかっていうと、実はちょっとそんなことなくて、どちらかというとこうモダン寄りな料理になります。で、1950年から60年の、アンドレ・ダギャンシェフですね。こちらの、シェフが、このマグレドキャナの方を、胸肉ですよね。こちらをね、ステーキ状に、こう召し上がるっていうところの料理開発から始まっていき、当時のね、この南西部の方が、養蜂がすごい盛んで、かつですね、その養蜂のこの蜂蜜とですね、この鴨の油が非常に相性がいいっていうところになりまして、で、そこからどんどんこう編纂していって、こうスパイスを加えていき、こうだんだんこの形に仕上がっていったっていうような流れになります。はい。ですので、作る方によってはね、いろいろこの形が違うっていうのもまた面白いところだったりはするんですけども、私の場合はね、こういう風な形でこう縦にカットして、こうもう縦一本でバーンと出すみたいな感じの出し方はするんですけども、結構こう横にスライスして、こう一枚のね薄い形にして出す方も結構いらっしゃるので、ここら辺はもうシェフによっていろいろ出し方はいろいろあるなっていうところは見てて楽しいところですよね。で、こちらね、鴨の、火入れのポイントのところになってくるんですけども、切れ目をね、細かく入れていただいて、で、コールドスタートで、火をつけていくんですけども、必ず弱火でじっくりとですね、油を出していきます。で、その時に、絶対フライパンをの方にですね、身を当てないっていうことですよね。皮だけしか焼かないっていうところを絶対条件にしてます。で、これがなんでかっていうことなんですよね。多少ね、こう出てきた鴨油から、こう表面をやけどするぐらいの、こう油、アロゼをして、で、そこの後オーブンに入れたんですけども、網バットじゃなくて、パイサラでいってます。で、網バットにしたくないっていう理由が、網バットの網の跡がついてしまうから、私、あそこ結構嫌うんですよね。であれば、パイサラに、直接乗っけるんですけども、身の方を乗せて、で、当然パイサラも熱くなってきますから、そこから、ゆっくり火を入れていくっていうようなイメージで、やってます。はい。ですので、温度帯も160度って若干ちょっと低めのね、温度で、こう入れさせていただきました。はい。で、ソースの方ですよね。ソースの方も、こう、できればオーガニックの蜂蜜の方が、味わいはもう絶対的にいいですね。で、少しね、くるみをちょっと入れて、こうやってるんですけども、なんでパッセしたんですかっていうところなんですけども、そこは私の方の考えで、最後にね、見た目の仕上げとして、くるみとポワブルルージュ、
ピンクペッパーですよね。ピンクペッパーをこう見せるっていう形の表現の仕方で、一回パステしてます。ですので、もしね、ご家庭とかでやるときはもう全然入りっぱなしでも全然 OK ですので、その方がね、よりね、スパイスの香りがこうダイレクトにいくかなっていう感じではございますね。はい。以上がね、このマグレドキャナの蜂蜜とスパイスの料理でございました。皆さんどんな家紋料理好きですかね。いろいろありますけども、当然ね、和食でもありますし、中華でもありますし、いろいろね、鴨料理あると思いますけども、こんな鴨料理が好きですみたいなあったら、ぜひぜひ、コメントで教えてください。それじゃあね、また次の料理でお会いしましょう。またね。バイバイ。